はい、どうも藤井です。1980年代後半の日本のミュージックシーンはバンドブームだったと言われています。特に1986年頃からのボーイの人気は凄まじいものがあり、当時の中高生から熱狂的に支持されていました。そこでボーイの後に続けとばかりにスタイリッシュなバンドが次々とデビューしてきました。中高生だった自分たちの世代は次に大ブレイクするのはどのバンドだろうと熱く注目していたように思います。今回はそういったポストボーイと言えるバンドをポストボーイ戦線1987から88と題して紹介します。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを順を追って時に寄り道をしながら紹介しています。はい、今回の前提として1986年あたりにボーイが大ブレイクして、そのあたりからニューウェーブを通過したサウンドのスタイリッシュなロックバンドが数多くデビューするようになり、その中で当時の自分がこのバンドはブレイクするんじゃないかと思った5つのバンドを紹介します。まず最初に紹介するのはローグです。ローグはボーイと同じ群馬県出身のバンドで、1985年にデビューしていますが、86年にはインディーズに、そして87年にレコード会社を移籍して再びメジャーからこのボイスビートを発表しています。サウンド的にはニューウェーブを通過したビートロックといった感じで、ボーイとの共通点を感じるところも多くあります。しかしボーカルの奥野淳さんのキャラクターはどこか気のいいお兄ちゃんといった感じで、ボーイの氷室京介さんのクールで突っ張った印象に比べ親しみやすさを感じます。歌い方に癖があり、若干エキセントリックに感じることもありますが、他にはあまりない愛嬌のあるボーカリストだと思います。このアルバムに収録の終わりのない歌はそんな彼らの特色が出た代表曲で、自分も好きな曲です。順調に活動を続けていたように見えたのですが、1990年に解散しています。その後ギターの香川誠さん、ベースの西山文明さんはソロになった氷室京介さんのバックバンドに参加したりもして、同郷の先輩後輩、仲間だったことが伺えます。はい、続いて2組目はアップビートです。アップビートは1981年に福岡県北九州市で結成されています。北九州市というとザ・ルースターズと同郷ということになります。実際に彼らの曲を注意深く聴いていると、ボーイというよりもザ・ルースターズ、特に花田博之さんがボーカルの後期ルースターズに近いものを感じるのは自分だけでしょうか。しかし1986年のメジャーデビュー時に、大人の事情でしょうか、よりニューウェーブ的、スタイリッシュで都会的なイメージで売り出されました。そして何といってもアップビートはそのルックスの良さが際立っていて、特にボーカルの広石武彦さんは超イケメンで、そのルックスの良さもあってアイドル的に見られることも多かったです。このセカンドアルバムからはボーイのサードアルバムも手掛けた佐久間正秀さんをプロデュースに迎え、ニューウェーブを昇華しつつ芯のある演奏を聴かせ、その後も質の高い作品を発表していきます。このサードアルバムなんかはメッセージ性もかなりあって良いアルバムです。アップビートはそこそこの成功を収めましたが、ビジュアルのかっこよさ、作品の質の高さを考えればもっともっと売れておかしくなかったバンドだと思います。しかしルックスの良さからアイドル的イメージを持たれてしまい、特にデビュー時は男性リスナーから敬遠されてしまったところがあったのかもしれない。そしてそのイメージを払拭するのが難しく時間がかかってしまった。そこを考えるととても惜しいバンドだったと思います。続いて3組目は千年コメッツ。千年コメッツはボーカルの高鍋千歳さんが CBS ソニーのオーディションに合格した後結成され、
1987年にデビューしています。いわば高鍋千歳さんを売り出すためにレコード会社主導で結成されたバンドのようです。で、かなり力を入れてプロモーションがされていたようで、プロモーションビデオも非常に凝ったもので、これは林海蔵監督によるものだそうです。で、このファーストアルバムにはゲストとして布袋寅泰、今道智隆、花田博之らが参加していて、すごい豪華なゲストですよね。サウンドは高鍋千歳さんのボーカルを前面に出しつつ、ダンサブルなものから叙情的なものまで幅広く完成度の高いものになっています。しかし当時のバンドブームの中では、どうにも作られたバンド、ビジネスっぽさが見え隠れしてしまい、そういった雰囲気から熱狂的な支持にはつながらなかったのかなと思います。しかし今こうして聞き直してみると、なかなかいいアルバムだなと思います。特にラストのロストシティという曲が気に入っているのですが、ギターを弾いているのはバービーボーイズの今さですね。もしかしたらこういったフォーキーでソフトな曲が千年古滅の真骨頂だったのかもしれません。続いてはラインナップです。ラインナップは奈良県出身のバンドで、ギターボーカルの橋本浩二さんを中心に結成されています。女性キーボードを含む5人組で、ギターの一上健二さんは後にジャスティ・ナスティに加入しています。ルックスは黒ずくめの衣装に立ててガチガチに固めた髪、結構いかつい印象を受けます。サウンドの方も今回紹介しているバンドの中ではかなりハードな感じがします。これ今聞き返してみても、キレのあるリズムとザクザクとしたギターが相当かっこいいです。しかしこのバンドもそれほど売れたという印象はありません。それは見た目がちょっと怖そうだったのと、曲の印象が重々しかったのが原因かもしれませんね。これ自分は1987年デビューだと思ってたんですけど、実際は、88年のデビューでした。その辺の検索しても結構情報が少ないバンドですね。しかし個人的には当時このアルバムに収録の Tonight の、プロモーションビデオを見たとき、かっこいいと思ってすごく期待していたバンドです。しかし大きくブレイクすることはなく、90年代前半には、解散していたと思います。続いて最後5組目は、ある意味真打ちと言っていいかもしれません。爆竹です。こちらは解散はおろかメンバーチェンジもせずに現在も活動を続けているバンドです。ボーイと同じ群馬県出身で1987年にメジャーデビューしています。それまで見たことのないくらい高く立てた髪がすごいインパクトあって、デビュー当時から目立った存在になりました。しかし音楽性はこのファーストの時点では拍子抜けするほどにポップでキャッチー、その派手さと分かりやすいポップさで中高生の間ではすぐに人気に火がついたような印象があります。しかしデビュー当時の彼らは極端な見た目の奇抜さと演奏力の低さを何かと揶揄されていたような記憶があります。でも当時の若者からしたらそんなことはどうでもよくって、かっこいいと思えればそれだけでよかったんだと思います。ちなみに、自分はデビュー当時の爆竹は正直好きではなかったですね。ちょっとポップすぎるというか、軽くて薄っぺらい感じがしていたんですね。しかし、このサードタブーのあたりから、1曲目アイコノクラズムを聴いて、うおかっこいいってなって、そこから好きになっていきましたね。結果爆竹はどんどん成長していき、ボーイの影響からも抜け出し独自の世界を作り上げていきましたね。それで現在でも第一線で活躍している、ある意味ではこの時期デビューしたバンドで最も成功したバンドと言えるかもしれません。ちなみにこのファーストアルバム、今聞き返してみると、いいメロディーの曲が多くて、今はむしろタブーより好きかもしれないですね。
はい、1987年から88年当時、自分が注目していたバンドを5つ紹介しました。今回5つに絞るにあたって、詳しい紹介を見送ったバンドを言いますと、カッツェ、グラスバレー、ユニコーンといったあたり、あとはボーイとは方向性がだいぶ違う、例えばレッドウォーリアーズとか、あとハードロックヘビーメタル系のバンド、あとパンク色が強いバンドとかも対象にしませんでした。そのあたりはご了承ください。こうして見てみると、直接ボーイから影響を受けたであろうバンドもあれば、売る時の戦略としてそういったイメージにしていたバンド、いろいろあります。この頃はレコード会社などの力が大きくて、バンド本来の個性よりも売れることが最優先だったであろうため、そうしたイメージ作りが行われていたことが垣間見れます。しかし30年以上経った今となっては、そういった作られたイメージ、サウンドもそれぞれ特色があって個性的に見えます。中には爆竹のように現役で活躍し、リスペクトを受け続けるバンドもいますが、多くのバンドは過去のものとして記憶の底に埋もれつつあるように思います。だけど忘れ去られてしまうにはあまりにも惜しいと感じるバンドも多くあります。そんなことを考えながら今回動画を作りましたが、いかがだったでしょうか。はい、というわけでこのチャンネルでは主に80年代のイギリスとか日本のバンドを中心に紹介しています。よろしかったら他の動画も見てやってください。ではご視聴ありがとうございました。